夏季休業中。この駄菓子屋さん、去年の夏ぐらいからずっと休業中なんだよな。葵、こんなところで何してるん？あ、お姉ちゃん、狙いすましたかのようにいつもいいタイミングで現れるね。葵を守る使命がうちにはあるからな。それ私を監視してるってこと？監視してるんやなくて、感じてるんや。葵をいつも隣にな。それ、ちょっとだけ怖いけど大丈夫お姉ちゃん？それよりそないなところでぼーっとして何かあったん？葵、この駄菓子屋さんね。お姉ちゃんはどうせ覚えてないだろうけど、私たちが小さい頃によくここで一緒に駄菓子買ったんだよ。ちゃんと覚えてるで。葵がいつも多く買うてしまうからうちの分をあげとったやないか。そういうどうでもいいことだけは覚えてるんだねお姉ちゃん。まあうちは細かいことは別に気にしてへんで。葵、大事なことは何にも覚えてないのに言ってるの？お姉ちゃん、なんで怒られてるん？やけどずいぶん長い夏休みやな。うちも1年くらいずっと休みたいんやけど。お姉ちゃんはずっと心の中は夏休みみたいなもんでしょ？まあうちは太陽みたいやなってよく言われてるで葵。多分半分皮肉だよそれ。まあうちはどっちかっちゅうと夕日みたいに落ち着いとるからな。この駄菓子屋さん、そんなどっちかっちゅうと落ち着いたお姉ちゃんと一緒で、去年くらいからずっと夏季休業中なんだ。最近空いてるのを見たことがないんだよね。うちと一緒。ここのところずっと働き詰めなんやけど、まあ駄菓子もここ最近は買うてへんからな。そうだね、小さい頃に夏休みになるとお姉ちゃんと一緒に河原で遊んだ後はここに寄ってたよね。びしょびしょになった後だったから、お店のお姉さんが私たちにいつもタオルを渡してくれたんだよね。あったかかったな。その後にお気に入りのお菓子を買うのが楽しかったな。葵はあのコロコロしたアメちゃんがお気に入りやったな。あれ、甘くて可愛いから大好きなんだよね。お姉ちゃんはいつもあの弾ける綿あめみたいなの買ってたよね。あれはパチパチしててうちのツッコミみたいに弾けるんや。お姉ちゃんはどっちかっていうとわけのわからないボケで話が広がっちゃってるよね。あれは高級品やったからな。一つ買うたら何も買えなくなるんよ。そうだね、私はたくさん食べたいからついつい買いすぎちゃってたな。今とあんまり変わらんやんかそれ。そうだっけ？いつぐらいからやろうな。うちらがこのお店に立ち寄らなくなったんは、そうだね、私たちが一瞬だけ離れ離れになった時じゃない？葵が勉強のためにって言うて関西を離れた時やったかな。そうだね、私の関西弁が抜けたのもそれくらいの時だったのかな。お店はどうなってもどんなに時間が経ってもうちらはずっと姉妹でいられるんやな。そうだね。あれ、お姉ちゃん見て、お店明日から再開だってここに小さく書いてある。店主さんが留学のため1年間留守にしますってよく見たら書いてあるよ。せやったらまた明日は河原に行って今度はちゃんと自分たちでタオルを持って駄菓子買いに来よか。そうだね。でももう川に入ることはさすがにしないかな。葵も大人になったんやな。何かあったらお姉ちゃんやファンの人たちに申し訳ないからね。ファンの人、船か何かの話なんこれ。スクリューのこと言ってる？もういいから今日は帰ろうよ。帰るって船で帰るん？歩いて帰るに決まってるよね。翌日ですよ。いた。調子に乗って転んで怪我したらあかんで葵。お姉ちゃんこそ川の中に入っちゃダメだよ。私の出番はここだけですか？川は急に流れが速いところや深いところがあるから皆さんあんまり無理して入っちゃダメですよ。あれ桃やないの。川に遊びに来たら桃太郎もおるんよね。桃が流れてるだけだけどね。実際に桃が流れてくることなんてあるんですかね。どこから流れてきたんでしょう。奈良盆地の方から流れてきたんやないの。マニアックだよね。大和川からここ。奈良は若草山が盆地を見渡せる素敵な場所ですよね。桃太郎は岡山だよね。奈良にも桃太郎の伝説はあるみたいで、古事記によると話すと長くなるけどいいですか？いいんやない？ねえそれ古事記なの？文化財じゃないのそれ？わからないことはメモを取るようにしてるんですよね。メモなの？古事記じゃないよねそれ？大丈夫だよね？しかも知識が限定的。岡山って大阪とつながってる。地続きにはなってると思いますが同じ日本ですし。ちょっとそこは雑にまとめすぎだよね。桃太郎も旅行する時代なんやな。物流じゃなくて川で移動するんですね。物流？まあ果物やから。古代まで遡ってますね。ねえいつまでその話してるの？やないか、これがうちらっぽさやで葵。一緒にしないでよね。
久しぶりに見る河川敷の風景は幼い頃に見た時の風景と変わらなかった。私が関西を離れ、通天閣の見える景色から東京タワーの見える景色へ、姉と離れ一人で東京のビルに囲まれて暮らしていた時の話。静かな夜に一人ぼっちでちょっと寂しかったけど、今は賑やかで優しいお姉ちゃん、そしてつくよみちゃん、みんながいつもそばにいてくれる。これって本当に幸せなことだと思うんです。私が一人の時の話ですか？その話はまた機会があったらお話しします。そして私たちは駄菓子屋のお姉さんと懐かしい再会を喜んだ。時は流れてもいつも変わらないのはコロコロの飴ちゃんと弾ける綿飴のような元気な姉、そしてこの夏の景色と匂い、そして姉妹の思い出だと思いました。通天閣を言わずと知れた関西のシンボルなんや。実は今の通天閣は2代目なんやで。東京タワーは高さ333メートルの東京のシンボルなんだよ。実は電波塔なんだよ。スカイツリーは浅草から望む現代の観光のシンボルなんですよ。634メートルの高さがあって、現在のデジタル放送の電波塔になってるんです。今は東京といえばスカイツリーかもしれませんね。そして忘れてはいけないシンボルは葵さんと茜さん、そしてこのチャンネルを支えてくださってる皆様です。つくよみちゃんもな。時代は変わっても景色がどんなに移り変わっても、うちらが姉妹やってことは変わらんってことやな。そうだね、お姉ちゃん。もちろんつくよみちゃんもずっとチームことのは姉妹だよ。嬉しいです。ありがとうございます。メモに残しておきますね。そこは思い出に残してつくよみちゃん。うちにも思い出に残せるなんかないの？それが今だよ、お姉ちゃん。ほんと甘くて美味しいな。ほんま優しい味なんよな。懐かしい気持ちになるのはなんでかな。この色と素朴な味やないの。黄昏の色だな。うちのようやな。斜陽ってこと？なんでや。